琥珀糖を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、琥珀糖を作っていきたいと思います。作り方はね、すごく簡単なんですが、ところどころ大切なポイントがあります。さらに今回はグラニュー糖で作るバージョンと、あとは上白糖で作るバージョン、こちらの2つをご紹介していきます。それぞれちょっと味わいも変わってくるので、ぜひ動画を参考に作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにグラニュー糖で作る方から材料をご紹介します。材料はこちらです。グラニュー糖、お水、食用色素、粉寒天、こちらの材料を使って作っていきます。まずこちらはですね、グラニュー糖を使って作っていきます。グラニュー糖を使うと光沢感が出て、さらにすっきりとした甘さに仕上がります。着色料はこちら液体状のものですね。食用の着色料は富澤商店さんだったり、あとは Amazon とかでもね、購入することができます。こちらはね、こういったパッケージに入ってるものになります。今回4色入ってるので、4色作りたいと思うんですが、こちらグラニュー糖の方にはグリーンとブルーですね、こちらを使っていきます。これはお好みの色のものを使っていただいて OK です。それでは上白糖で作るバージョンの方をご紹介します。材料はこちらです。上白糖、お水、食用色素、粉寒天、こちらの材料で作っていきます。上白糖の場合は甘さにコクのある仕上がりになります。上白糖はね、甘さにコクがあるので、グラニュー糖より少し少なめのお砂糖の量になります。そしてこちらにはですね、黄色と赤ピンクの食用色素を使っていきます。これもお好みのもので OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにグラニュー糖バージョンから作っていきます。まずフライパンまたは小鍋に粉寒天を入れてください。そしてここにお水を入れます。そしてお水を入れたら火にかけましょう。火加減は中火です。時折混ぜながらね、沸騰するまで一度加熱していきます。寒天はですね、溶けたかなっていう風に見えるかもしれないんですが、しっかり火入れしないと溶けないので、必ずね、よくかき混ぜながらきちんと火入れするようにしてください。このようにくつくつ沸騰しました。そしたらね、火加減弱火です。このまま2分間しっかり加熱しましょう。このように沸騰したらですね、あとはよくかき混ぜながら加熱してください。この縁の部分からね、火が入ってくるので、縁の部分からぐるーっとかき混ぜるように混ぜましょう。だいたいこのぐらいぷくぷくするぐらいですね。このぐらいの火加減をキープしながら加熱してください。最初は火加減弱火でやっていただいて、火加減弱火から火加減弱めの中火ぐらいで調整しながらね、加熱してみてください。ただ吹きこぼれないようにだけ注意しましょう。今ね、ちょっとこのように泡立って分かりにくいんですが、寒天が溶けてくるとだんだん透明感が出てきます。はい、今2分経ちました。そしたらこの中にグラニュー糖を一度に入れてください。そして一度なじませます。この時グラニュー糖をこぼさないように注意しましょう。このように全体が馴染んだら、また火加減弱火から弱めの中火ぐらいで5分間ほどですね、寒天を持ち上げた時に糸が引くぐらいですね、そのぐらいになるまで煮詰めていきます。この時も焦げないようによく混ぜながらね、加熱してください。今火加減はこのぐらいです。2分ぐらいすると全体がクツクツし始めてくると思います。クツクツした後もですね、しっかり混ぜながら加熱していきましょう。まだね、糸は引かない状態ですね。この加熱時間なんですが、最低でもね、5分は加熱するようにしてください。火加減が強すぎるとね、焦げてしまうので、5分ぐらいで仕上げれるぐらいをね、目安にしてみてください。
はい、今ね5分経ちました。一旦火を止めます。このように持ち上げて、こんな感じ、わかるかな。今糸引いてるのわかりますかね。こんな感じで糸が引くぐらいですね。そのぐらい粘土が出てれば OK です。5分経った状態でまだね糸が引かないなっていう時は、もう少しね加熱してみてください。ただ焦がさないようにだけね注意しましょう。そうしましたら器を2つ用意してください。そしてこの中にできた寒天を大さじ2杯入れてください。こちらはね大体で大丈夫です。こちらの作業は素早くやらないとだんだん固まってきてしまいますので、素早く行ってください。そしたら続いてここに着色していきます。食用色素ですね。まず緑です。3滴から4滴ぐらいでいいかなと思います。今回はねこういった食用色素を使ってますが、かき氷のシロップを使っていただいても OK です。その場合は小さじ1杯から2杯弱ぐらいですね。そのぐらいを目安に入れてみてください。そしたらこちらをよく混ぜます。こちらも混ぜます。綺麗に混ざりきらなくても大丈夫です。これで OK です。そしたら固める容器を用意してください。今回は 15cm×12cm の型に流し入れていきます。こちら100円ショップとかに売っているバットなどを使っていただいても OK です。そしたらこちらに生地を流し入れていきます。流し入れる時なんですが、このように白い泡が浮いてますね。なのでこしながら入れていきます。もしねこし器がないよっていう場合はそのまま入れていただいてもいいんですが、できればねこして入れていただいた方が最後ね仕上がりが綺麗になりやすくなると思います。茶こしはね100円ショップとかにも売ってますのでチェックしてみてください。このように入れました。そしたらこちら色付けた寒天を中に入れていきます。適当にねこんな感じで入れましょう。入れたらまた適当にねぐるぐる回して色付けていきます。残り半分は青色ですね。こちらも適当に入れていきます。そしてぐるぐる回します。はい、OK です。あと最後ですね、まだ少しこのようにちょっと白っぽい泡が気になるときは、こういったねスプーンの裏側を使って泡にくっつけます。そうするとねこのように取り除くことができます。こちらの作業はマストではないので、もし気になるときはねやってみてください。はい、これで OK です。それではこちらをまずね常温の状態で粗熱を取って冷まします。その後冷蔵庫で2時間ほど冷やし固めてください。室温で置いておくときはですね、ホコリがかぶらないように上にペーパーなどをかぶせておきましょう。それではね続いて上白糖バージョンを作っていきます。こちらも同じように粉寒天を入れてください。そして火にかける前にお水を入れます。これで一度よく混ぜましょう。寒天の粒がなくなったら火にかけてください。火加減は中火です。このまま一度沸騰させましょう。この時もですね時折混ぜながらね加熱してください。上白糖に関してはですねグラニュー糖よりね少し量を減らしてます。上白糖はですねグラニュー糖に比べると重量が軽くなります。かつですねねっとりとしたコクのある甘みになるので、少しね量を減らして調整してます。ただ同じ量でね作っていただいてももちろん OK です。その分ね甘さが増します。はい、くつくつ沸騰しました。そしたら火加減弱火にします。そしてこのまま2分間しっかり火入れしていきます。この時も火加減弱火から弱めの中火で調整しながらね加熱してみてください。はい、2分加熱しました。そしたらここにお砂糖を入れます。上白糖ですね。そしてこちらも一度なじませてください。上白糖はねちょっと塊になりやすいので、塊がなくなるようにしっかり一度混ぜてください。全体が馴染んだらこちらも同様に5分間よく混ぜながら加熱していきます。この時も火加減は弱火から弱めの中火で調整しながらね加熱してください。上白糖はですねグラニュー糖に比べるとちょっと焦げやすかったりするので、焦がさないようにだけね十分に注意しながら加熱してください。上白糖もですねこのぐらいクツクツした状態をキープしながらね加熱しましょう。吹きこぼれないようにだけ注意してください。
はい、OK です。5分経ちました。こちらも同様にたらーっと流れて、その後糸が引くぐらいですね。こんな感じで糸が引くぐらいになれば OK です。こちらも5分経ってもね、まだ糸が引かない場合はもう少し加熱してみてください。そしたら火を止めます。それではこちらもですね、別の器に大さじ2杯ずつ入れていきます。この作業も手早く行ってください。そしたらまず赤ピンクですね。こちらを入れます。こちらも3、4滴ぐらいかな。お好みで OK です。こちらも入れます。そしてよく混ぜましょう。こんな感じ。そして黄色も混ぜます。はい、こんな感じです。そしたらこちらも同様に容器の中に入れていきます。こちらはですね、グラニュー糖のやつに比べると少し量が少ないので、こちらは 14cm×11cm の型に入れていきます。これもお好みのね、100円ショップなどに売っている銀のバットを使っていただいても OK です。あとは耐熱のタッパーなどでも OK です。そしたらこの中に入れます。この時もできればこしながらね、入れてみてください。そうすると仕上がりが綺麗になりやすくなります。そしたら続いて色付けた寒天を入れます。こちらも適当にね、入れてください。そしてぐるぐる混ぜます。続いて黄色ですね。こちらも入れます。そしてぐるぐる混ぜましょう。ちょっとこんな感じでマーブル状にしていただいてもね、可愛いと思います。あとは先ほどと同様にこのようにちょっとね、まだ白い泡が残っていて気になる場合はスプーンの背を使ってね、取ってみてください。こちらをね、そこまで几帳面にやらなくてもいいかなと思います。気になる時だけね、やってみてください。はい、OK です。そしたらこちらもある程度室温の状態で冷ましてから、その後冷蔵庫で冷やして固めます。だいたい冷蔵庫に入れる時間は1時間から2時間ぐらいでいいかなと思います。室温に置いとくときはね、このようにふわっとペーパーをかけて置いときましょう。はい、冷やし固まりました。このようにね、固まってます。色味もすごく綺麗ですね。そしたら続いてこちらを取り出します。取り出す時なんですが、ちょっと指紋がつきやすいので手袋をさせていただきます。こちら指紋が気になる時だけ手袋などしていただくといいかなと思います。ではこのようなちょっと細めのナイフなどを用意してください。ない場合は竹串や爪楊枝などでこの周りを一度剥がしましょう。このように4辺全部剥がしたら、角を少しこのように持ち上げて剥がしてください。角がこのように浮いたら、あとは手を入れて剥がしていきます。よいしょ。はい、こんな感じです。そしたらまな板などに置きましょう。これから包丁で切っていくんですが、こちら手でちぎって作っていただいてもいいですし、クッキー型などでね、くり抜いていただいても可愛いと思います。こちらはお好みでやってみてください。ではまずこちら半分ぐらいで切ります。こちら側はね、四角く切っていきたいと思います。これを3分の1ぐらいに切ります。はい、であとはこちらこのまま正方形ぐらいになるように切っていきます。はい、こんな感じです。残りも同じように切っていきます。はい、こんな感じです。このように透明感があってとっても綺麗な仕上がりになってます。そしたらこのようにクッキングシートを用意してください。このクッキングシートを一度くしゃくしゃっと丸めます。そして広げてください。そして広げたらこの上に出来上がったものをどんどん乗せていきます。このようにくしゃくしゃっとしていただくことで琥珀糖がね、剥がれやすくなります。では置いていきます。はい、このように並べます。では残りこちらですね。こっちもじゃあ半分ぐらいにして、こちら一つはですね、乱切りっぽく切っていきたいと思います。こんな感じで適当に切っていきます。はい、こんな感じに切ります。そしたらこちらもね、クッキングシートの上に乗せておきます。はい、あとこちらの残りは手でちぎっていきたいと思います。手でこんな感じで適当にちぎってください。こんな感じ。こうやってね、ちぎっていただいてもとても可愛く仕上がります。
こんな感じでちぎります。このように整えました。あとはですね、表面がザラッとした琥珀糖もあるんですが、そちらをですね、このようにグラニュー糖を用意して表面にグラニュー糖をまぶします。そして乾かしていきます。こういうねやり方もあるので、お好みでやってみてください。こんな感じです。こちらも何個かねやりたいと思います。はい、こんな感じです。あとはこのまま冷暗所など涼しいところで1週間ほど乾かしていきます。乾かしてる最中なんですが、必ず冷暗所ですね、涼しい場所で乾かすようにしてください。乾燥させてる最中なんですが、ホコリなどかぶったら嫌だと思うので、こういったフードカバーですね、こちら100円ショップで買ったものになります。こちらを広げて、そして上にかぶせてこのままね乾燥させていただくといいかなと思います。それでは乾燥させていきます。それでは続いてこちらもね切っていきたいと思います。同じようにまず4辺をね剥がします。そして1箇所ね持ち上げて、これで剥がします。はい、こんな感じです。ではこちらも同じように半分ぐらいですね切っていただいて、そして同じように切っていきます。はい、こんな感じです。そしたらこちらも同じようにクッキングシートをくしゃくしゃにして、そして広げます。はい、で広げたらここにのせていきます。こんな感じです。残りのこちらも同じようにまず半分に切って、半分はね同じように乱切りっぽくしていきます。ほんと適当にね切ってみてください。はい、こんな感じです。あと最後こちらを適当にちぎっていきます。はい、こんな感じです。ピンクと黄色はこのような仕上がりになってます。それではこちらも同じように、今度はねこちら崩したやつの方にグラニュー糖をつけていきます。こちらはお好みでやってみてください。こんな感じです。こちらも適当に何個かねくっつけていきます。はい、こんな感じです。それではこちらも同じように上にフードカバーをかぶせて、そして乾燥させていきます。はい、1週間経ちました。このような仕上がりになってます。乾かしてる最中なんですが、全体が均一に乾くように時々このように裏返しながらね乾かしてください。このように表面がカリカリになってます。こちらもねこんな感じで表面がカリッとした仕上がりになってます。そしてこちらがねグラニュー糖をまぶした方になります。このような仕上がりになってます。ではまずこちら割りたいと思います。はい、このように表面はシャリッとしてて、中がねこんな感じで透明感のある綺麗な仕上がりになってます。そしてこちらがグラニュー糖をまぶした方ですね。はい、こちらはこんな感じに仕上がってます。すっごくね表面はこのようにシャリッシャリに仕上がってます。そしてこちらがですね黄色とピンクの方ですね。こちらもこのように表面がシャリッとした仕上がりになってます。では割ります。はい、中はこのようにキラッキラです。これで完成です。はい、これで琥珀糖の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように彩り鮮やかでとても綺麗な仕上がりになってます。では割ってみます。表面はシャリシャリで中は透明感があってとても綺麗な仕上がりになってます。そしてこちらグラニュー糖をまぶした方です。はい、こちらもね表面はシャリッとしてて中はとても綺麗な仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。おー、綺麗ですね。ではまずグラニュー糖で作った琥珀糖からいただきたいと思います。いただきます。表面がねサクサクです。美味しい。この食感がたまらないですね。グラニュー糖はねすっきりとした甘さに仕上がってます。続いてこちら上白糖で作った方もいただきます。こっちもシャリシャリなんですが、上白糖はねコクのある甘さに仕上がってます。これはね結構好みが分かれるかなと思います。
じゃあ最後にね、こちらグラニュー糖をまぶした琥珀糖もいただきたいと思います。いただきます。甘さはねすごくあるんですが、グラニュー糖のねシャリッとした感じがすごくいいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の琥珀糖のポイントです。まず今回ですね、グラニュー糖バージョンとあとは上白糖バージョン、こちらの2種類ご紹介しました。グラニュー糖に関しましてはすっきりとした甘さに仕上がります。上白糖に関しましてはコクのある甘さに仕上がるので、ちょっと甘みを感じやすいと思います。なので今回ね、上白糖の方は少しお砂糖の量を減らしてます。そして寒天を溶かす時なんですが、寒天はねしっかり火入れしないと溶けないので、一度沸騰させてからその後2分間しっかり火入れするようにしてください。そしてその後ですね、グラニュー糖またはお砂糖を入れて、そしてそのままだいたい5分ほどですね、ヘラで持ち上げて糸が引くぐらいですね、そのぐらいになるまでしっかり火入れするようにしてください。上白糖に関しましては少し焦げやすいので、焦がさないようにだけ注意していただけたらと思います。加熱している最中は特に縁の部分が焦げないようによく混ぜながらね、加熱するようにしてください。そして加熱が終わったら別の容器2つに大さじ2杯ずつ入れてください。そしてそれぞれお好みの色に色付けてください。今回は食用色素を使ってますが、かき氷のシロップを使っていただいても OK です。その場合は小さじ1杯ぐらいを目安に入れてみてください。そして食用色素を入れた後は素早く混ぜて、そして残った透明の生地をバットの中に流し入れてください。入れる時は茶こしでこしながら入れていただくと、できてしまったね白っぽい泡をある程度取り除くことができます。今回私はね四角い寒天用の容器を使ったんですが、こちらはタッパーやあとは100円ショップとかに売っている銀のバットを使っていただいても OK です。お家にあるものでね作ってみてください。そしてその後ですね、流し入れたら色付けたものを入れて、そして適当にスプーンで混ぜて仕上げてください。そして最後ですね、表面にまだちょっと白っぽい泡がある時はスプーンの背をつけて取ってみてください。そうするとね綺麗になると思います。あとはですね、しっかり冷やし固めて、そしてその後はお好みの大きさ、あとはお好みの形に切ってください。今回みたいにねこうやってグラニュー糖をまぶしたりしていただいても可愛く仕上がります。こちらはお好みでやってみてください。あとはね、日の当たらない涼しい場所に置いて、そしてホコリなどがかぶらないようにフードカバーなどをかぶせて、そして乾燥させるようにしてください。だいたいね1週間くらいを目安に乾燥させていただくといいかなと思います。こちらは時期によってね乾燥具合が変わるので、様子を見ながら調整してください。乾燥させてる最中は時々裏表裏返しながら乾燥させるようにしてください。そうすることでね均一に乾燥させることができます。あとは乾燥したらそのまま美味しく召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。シャリシャリでとても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は琥珀糖を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。